円安の損失は1000万。ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの飼育初心者が後悔しがちなこと3選お話をしたいと思います。うちはですね、今輸入がまだメインなんですけど、やっぱね、円安とんでもないですね。輸入業者は1000万じゃ本当に効かないと思う。始めた時は多分円が120円ぐらいでしょ。でマックスで160円ちょいまでいったのですごいよね。頑張ってほしいな。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンを飼育しました。でしばらく経ちました。いやひろあきさん、ああいう風にしとけばよかったって言われること結構多いんですけど、そのうちで早い段階から意識しておくと幸せなボールライフが送れるんじゃないかなっていうことを3つお話をしたいと思います。その1は値段で買ってしまったというものですね。僕の好きな言葉に、買う理由が値段なら買うのをやめなさい、買わない理由が値段なら買っておしまいという言葉があるんですけれども、やっぱりねボールパイソン、値段もいろいろあるんですけど、本当に欲しいのはこの子なんだけど、でもちょっと高いからこの子だったら手が届くからということで、比較的お求めやすい子をお迎えをしました。でもね、人とは愚かなものなんですけれども、やっぱね忘れられないんですよね、こっちの子。だから一旦買ったんだけど、どうしてもこっちの子が忘れられなくて、結局この子もお迎えしましたっていう風になることがかなりね多いと思います。いいんですよ、2匹いれば幸せだからね。2匹いれば幸せだから、幸せも2倍だから、ボールパイソン1匹が与える幸せを100スコビルとすると、2匹だったらね200いや300スコビルぐらい幸せになりますから、2匹いればいいんだけど、最短で一番最初に好きだった子をお迎えすればよかったなっていう声はね結構多いんじゃないかなと思っています。そう、値段で選ぶのはおよしなさいというお話ですね。ビビッときたらそのことのデスティニーを楽しんでいただければと思います。初心者が後悔しがちなことその2は、どこのお店からお迎えしたか覚えていないというものです。どういうこと？筆箱であれ、ランドセルであれ、車であれ、どこで買ったかなんて覚えているでしょう。だってあなたが自分でそのお店に行って選んだんでしょ。じゃあそのお店の場所とか名前覚えてれば問題ないじゃないって思うと思うんですけど、爬虫類ってねイベントがあって、国際展示場みたいな凄まじい大きさのところにの何百というショップさん、業者さんが集まるようなイベントがね一月に何度も開かれているわけですね。でそこに行くと一度にいろんなお店を見ることができるわけです。何百というお店を見て運命のデスティニーをしてお迎えして帰るんだけれども、そのお店がどこだったかいなっていうのってね結構ねみんな気にしないでお迎えされたりするんですね。だから飼育してしばらく経って、この子の親ってどんな子なんだろうとか、この子って昔どういう餌を食べていたんだろうとか、お迎えして2ヶ月3ヶ月あるいは1年経った時にね聞きたいことってやっぱ出てくることが多いわけですよ。1ヶ月経つけど全然餌食べないな、2ヶ月経つけどまだ食べないな、もうちょっとなんか怖いな、前何食べてたのか知りたい、どれぐらいのサイズの餌を食べてたのか知りたい、お店の人に聞いてみよう、あれなんていうお店だったっけとかね。ちっちゃいうちに買ったんだけど大きくなってきました、じゃあブリードのことを考えよう、繁殖のことを考えよう、パステルモハベって聞いていたけどこれなんか違う遺伝子も入ってない、お迎えしたところに聞いてみよう、あれどこだったっけお店みたいなことがねイベントとかでお迎えされると結構多いんですね。なのでイベントとかでお迎えをされる時にはそのお店の名前とかどこにあるのかっていうことを合わせて控えておくと良いと思います。初心者が後悔しがちなことその3は餌やりです。ボールパイソンはですね基本的にはネズミを食べて生きるんですけれども、日本で一番飼いやすいのはハツカネズミって言われる白いマウスって言われるやつですね。これだったらインターネットでも買うことができるし、およそどこのエキゾチックアニマルショップさんに行っても置いているでしょう。値段も安い。だからそのマウスを買ってピーってあげている。でもねそうすると1年ぐらいした後にですね親となるわけですね。どういうことかというと、マウスっていうのはね一番大きいマウスでもこれぐらいでもボールパイソンがフルアダルトになってくるともうこれじゃ足りないので3個も4個もあげなきゃいけないわけです。で3個も4個もあげるのは手間もかかる、そしてお金もかかる。だからもっと大きいサイズのラットって呼ばれるネズミに切り替えたいというふうにだんだんなってくるわけですね。でもそうするとその時にハタッとなるわけです。なんでかっていうとボールパイソンは慣れ親しんだものからの変化を好まない生き物なんですね。飼育環境においてもそうなんですけれども、もうね餌はてきめんに、ちっちゃい頃からマウスを食べて育って大きくなったボールパイソンに、よしじゃあこれからはラットっていう大きなものに切り替えて手間もねお金も節約していこうっていうふうになろうとしても食べてくれなかったりすることが非常に多いです。なので小さい時からラットを与えて大きくなっても継続して食べてくれる3回4回3匹4匹
あげずに1匹あげれば給仕が完了する、ご飯が完了するという形で育ててあげるのがいいんですけれども、やっぱりね、飼いやすさとか手に入りやすさとかからちっちゃい頃はマウスでってやって、大きくなってからしまった、小さい頃からラットあげておけばよかったとなる方が多いように思います。小さい時はね、ラットよりマウスの方が安いので、こっちで育てたいなっていう気持ちになるのは分かるんですけど、ラットのね高い、マウス安い。でも大きくなっていくにつれてこうなっていくのね、やっぱり3匹4匹ってなると、やっぱりラットの3倍4倍するわけじゃないから、マウスっていうのはどこかでちっちゃい時からラットにしといた方が経済的だったなっていう風になることが多いかなと思います。ラットの方が、日本の国内では流通量が少なくてどこでも手に入るってわけじゃなかったりします。ペットショップに行ってもマウスあるけどラットはない、だから飼いにくいって言われたりするんですけれども、うちではラットの定期便もやっていますので、ラットで育てたいなっていう方は是非ご利用ください。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの飼育初心者が後悔しがちなこと3選お話をしました。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は、概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のラットがもらえるお試しサービスを行っております。ラット専用公式 LINE からお試しラット希望とご連絡ください。